はい。ですね。こんなにでっかいとは思わなかったです。大きすぎます。他の中華屋さんが作れって言っても絶対作れない餃子なので、一番最高に売った時は1日3000個。実はある日開眼したんですね。もともとチャーハン作るのが私が苦手で、今日は10時まで一人ですね。これはマウンテンバイクです。マウンテンバイク。これ山道を走るやつです。道なき道を走るための、こっちがロードバイク、こっちは塗装された道を。豚の骨ですね。げんこつってやつですね。これは鶏の動画だ。出汁をよく出すために小筒いです。小筒これがいくつです。これがうまいですね。麺まで2日かけて戻しますね。ごま油なじませますね。炒めるっていうか煮るっていうか、でこれが特製の黒い七味唐辛子です。三温糖です。味が濃いですよ。旨味があります。
岩手産ですね。味と肉の厚みが違いますね、これ。この片栗粉も今高いんですよ。そうなんですか。揚げ物ってうまそうです。昨日のスープの油。なんかまあ微量ではあるんですが、ずっと継ぎ足してるっていう感じですね。野菜のこれ白菜が味噌ですよ。白菜をいっぱい入れますから。やっぱ美味しくなる。美味しくなりますね。白菜は。これ舐めたらあかん野菜ですね。200から300のまあこの溶き卵はですね、他にもまあ味玉とか温泉卵とか、はい。今年で70になりますね。今年の8月で70歳になります。大学2年生の時、20歳の時に池袋に住んでて、快楽っていう中華屋さんの張り紙を見たんですね。アルバイト募集で食事付きってなったんですね。この食事付きに惹かれてアルバイトしたんですよ。で最初は2ヶ月の約束で入ったんですよ。10月に入って12月で1回辞めたんですよ。で
田舎に帰って1月頭にまた東京出て学校から東京に出てきて、でその快楽に寄ったらめちゃくちゃ混んでたんですね。で私松脇っていうんですが「まっちゃん手伝ってよ」って言われて「じゃあ分かりました」って手伝って、でそれでまたアルバイトが始まっちゃったって感じですね。だからあの時そこの快楽、正月明けに快楽に行ってなかったらおそらくこの道には入ってないと思いますね。いろいろアルバイトやりましたけど、やっぱ一番なんかしっくりきましたね、最初から。レストランみたいに気付かなくてもいいし、要するに勢いでできるっていうか、早くしたいって感じで、それは楽しかったですね。ただそこのチーフとかマネージャーにすごい可愛がられて、今度ここから独立して1円っていう会社を作る、ラーメン屋を作るからお前やらないかって言われて、あ、いいですよって軽い気持ちで入ったのが22くらいの時ですかね。でそれも本当軽い気持ちで何年かやったら田舎に帰ろうと思ったので、いいですよって感じで1円って会社に1円っていうラーメンに入ったんですよ。それがきっかけですね。第2のきっかけになりますね。社員でやって、その時これも裏話なんですが、付き合ってた女の子がいたんですね。年下の1つか2つくらい年下の女の子がいて、で当時から一夜は休みがなかったので、要するに彼女にも会えないじゃないですか。でしんどいから愚痴こぼしたんですよ。実はね、しんどいからって。そしたらその彼女にちょっと後から手紙が来まして、全然見損ないましたと、もっとしっかりやってくださいと、あなた自分の決めた道でしょって言われて、そういう手紙が来たんですよ。それで何くそと思って、だからそののがありましたね。だからその子がね、やめちゃえばって言ったらやめてたと思いますね。その人が今の奥さんではない。違います違います。その後はね、もともとはラーメン屋を展開する会社ではなかったんですね。もっと面白いことをやろうということで集まってきて、とりあえずラーメン屋をやったんですが、まあ、居酒屋やったりとか、食材工場を作ったり麺工場を作ったりとか、もうありとあらゆることやってました。本当に骨董屋もやったし、雑貨屋もやったし、洋服も作ったし、不動産屋もやったしってことで、それでまあ八百屋もやってたし、なんかいろんなことやって面白かったですよ、本当に。ただバブルが潰れて景気が悪くなると、だんだんこうね、経営力のないところから潰れていって、結局はラーメン屋が残ったんです。で今から25年くらい前に、もうそろそろみんなで別れて好きなことやろうよってことで、幹部連中がみんな各お店を買って、で私はここの店を買って、で独立したって感じですね。その時はまだ家も買ったばっかりだったから、借金が1億円くらいあったんじゃないですかね。本当にあの時一番大変でしたね、借金は。まだ子供もちっちゃかったですから、家にお金入れなきゃならないし、45くらいの時ですね、1億円くらいあったのはね、なんだかんだ。その時は一番しんどかったっていうか、でもなると思ってましたからね。地元が上石神井で、はい、でもずっと知らなくて YouTube で拝見して今日来ました。いや、すごいジューシーです。ジューシーで肉厚で具もたくさん入ってて、すごい美味しいです。でかすぎる、重っ。うまっ。思ったより柔らかい。柔らかくて甘いですね。
すごい食べ応えもあって美味しいです。ジャンボ餃子って書いてはありますけど、写真だとサイズがよくわかんないですね。こんなにでっかいとは思わなかったです。3個にすればよかった。カリカリっていうよりはもちもちしてて、いつも食べてる餃子とはちょっと別の次元の何かです。でも美味しいです。野菜がたっぷりで、はい、すごい驚きの大きさ。でっかいからねこれを裏返すっていう作業が結構でっかい。美味しい。皮がもちもちしていて食べやすいです。美味しいです。割とさっぱりしていて食べやすいというか、こんだけ大きくてもこう飽きが来ないような味だなと思います。すごく1個でも食べ応えがあります。いつも食べるときもう大きいなと思いながら食べてます。でかくて持てないです。もちもちで食べ応えがあります。高校1年からなんで37年前です。味は進化してます、間違いなく。もちもち感は明らかに増してると思います。多分崩れないように工夫してるってことだと思うんですけども、こうお箸でちょっと持ったところでボロボロって絶対いかないんで、こんな餃子見たことないです。今日は家族にも持ち帰って、家族も大好きなんで。お家はお近くなんですか？いや、自転車で20分ぐらいかかるんですけども、嫁さんにあんまりお金使いすぎんなって言われるんですけども、これ持ち帰ると嫁さんの理解が得られるんで。小麦粉です。北海道産の。はい。絶対美味しいですよ、スープでやった方が。お湯でやるようかスープでやった方が皮が美味しくなります、はい、このミキサーを使うことによってすごくいい皮ができるようになったんですよ。ほんとコシがあって弾力があって大きくしても壊れなくなったんですよ。それで餃子が約2回りぐらい大きくなったんじゃないですかね。その代わり儲けも2回りぐらい下がりましたって感じです。
その代わりこれ大きくしてから売れるようになりましたよ、うん、やっぱ他にはない大きさですから。そうですね。ごま油ですよ。乾かなくするためと香り付けですね。いい香りですね。いい香りですね。皮で50で中身で50以上ありますから。毎日これやってるじゃないですか、だからここの爪が伸びないんですよ。こう一つの皮のすのに大体10往復するんですよ。ということは500個作るってことは5000回これやらなきゃならない。もう20年は切ってないですね。これは何ですか。これ切り干し大根です。これ長ネギと玉ねぎ。おいしょ。珍しいですけど、これが入る。切り干し大根。そして切り干し大根。これね、この甘みが出るんですね。切り干し大根。この汁が入るんですけど、戻し汁。まあキャベツとかニラに比べたらビビったるもんですけど、やっぱこう入ってる入ってないだとやっぱ違うと思いますね。ニラ10羽ですよ。結構ニラの割合が高いと思いますね。よいしょ。
冬場は溶かさなきゃならないですから。ラードです。小1時間攪拌するので、はいすごくいいあんこができます。これ冬のおすすめキャベツですね。これ愛知産のギュッと巻いてる春キャベツですね。柔らかい春キャベツだ。これが美味しいです。夏場は群馬の高原キャベツが一番美味しいって、冬場はこれが一番うまいですよ。肉1に対して野菜が2になりますね。肉が多いともちろん美味しくはなるんですけど、餃子が大きいですから5個食べるのはきついかなと思うんですけどね。肉々しい餃子よかはわりかしこうトータルでバランスが取れた餃子って感じですね。それはやっぱ大きさが大きいだけにこれが一番いいんじゃないかなと思います。これミキサーにかけちゃうと肉が全部すりつぶれて肉の食感がなくなるんですけど、でも結構バランス的には肉が入ってるんですね。だからキャベツの味で決まっちゃうって言っても過言じゃないくらいですよね。だからこのキャベツも八百屋さんに指定してるんですよ。この産地の春キャベツ持ってきてって。普通この時期のキャベツはもっとこう硬いんですよね。本当にカチカチで、それに比べてこの春系キャベツはすごくいいですね。これは昔ね八百屋をやってたんですよ。私が40歳から45歳まで市場に行って買いに行ってたんですね。その時飲食店が10軒くらいあったんで、まとめて仕入れてくれば要するに原価が下がるんじゃないかなと思って八百屋の免許を取って朝早く起きてトラックで買いに行ってたんですよ。そうするといろんな野菜があるんですよ。本当に同じキャベツでも産地によって全然違うんですよね。でそれですごい勉強になったんですよ。5年間だけでしたけどね。日本の農家さんはやっぱすごいと思いますね。本当にこれを3個。キャベツがいいと本当嬉しいですよ。本当に私はもうご機嫌がいいですね。キャベツがいい。はい。ケース6玉入ってますから、それが10キロなんですけど、大体それ6玉ですね。10キロですね。キャ
ャベツが10キロで、白菜が1キロ、ニラが1キロで大体12キロくらいになるんですけど、であと肉が6キロで大体2対1割合ですね。はい。はい、これ2回。ジャンボ餃子がないっていうとお客さん帰っちゃう人がいるんですよ。あ、ないのって言って帰っちゃう人がいる。やっぱそれだけやっぱジャンボ餃子の方がここは人気があるっていうか、それを食べに来てる人が多いっていうことですね。一番最高に売った時は1日3000個。3000個っていうと1個 100g とすると、餃子が1個 100g とすると300キロですよ。300キロ。体力ありますね。え？やっぱ好きですからね。全然苦じゃないですよ。全然こんな。おい。でもこれが来る前は、切った後、今度練るわけですよ、このたらいで。キャベツはボウルに入れてるんですが、はい、ここに肉と調味料入れて、こうやって練ってたんですよ。やっぱ練る時間はせいぜい5分ぐらいですから、なんか全然違うんですよ。この1時間練ってますから、そうすると味も違うんですよ。じゃあ大正解。大正解ですね。ただメーカーはこんな使い方するなって言いますよね、きっとね。これは粉練るやつだから、こんな生もの入れてくれるなっていう感じですよね。面白い。でこれ手でこねてると、これでかい塊とか分かるんですよ。これ跳ねられますから。キャベツとか、キャベツのね。もともと1円はジャンボ餃子の店だったんですが、ここ2、3年でかなりまた大きくなりましたね。異常に大きくなりました。どうして？やっぱ一番はミキサーを入れていい皮ができるようになったことですね。今日もすごくいい皮ですよね。弾力があってコシがあって、引っ張っても破けないんですよね。
で皮にコシがないとこう伸ばした時に破けちゃうんですね。具の入れ方はとにかくいっぱい入れるって感じですね。これでもかっていうくらい入れるって感じです。大きい方がなんかお客さんのね驚く顔を見るのが楽しいじゃないですかね。たい焼きもやっぱ尻尾にいっぱいあんこが入ってる方が嬉しいじゃないですか。美味しくてね。それと一緒ですね。もう昔から私の癖なんですね。これを大きくするためにいっぱい入れる、いっぱい具を入れるんですよ。そうするとどうしても最後にこう溢れるんですね。これのおかげで大きくなってるんですね。これがはみ出ないくらいにしか入れないとここまで大きくはならないんですよ。やっぱ具がいっぱい入ってた方が食べ応えがあって美味しいですよね。なかなかお目にかかれないサイズだと思いますよ。1個ね、1個今何グラムあるんだろう。120ぐらいあるんじゃないですかね。120ぐらいありますね。はい。 120グラムぐらいありますよ。ちょっと見せてもらっていいですか、数字。もう指導なんか前はこれがですね3列で10個入ったんですよ。全部で30個入ったんですよ。これにはい。今19しか入らないんですよ。長いことずっと30個だったんですけど、ここはやっぱ 2,3 年で急にでかくなっちゃいました。今日見たようにやっぱチャーハンと餃子が出るんですよ。ね、チャーハン餃子ですよやっぱね。実はある日開眼したんですね。もともとチャーハン作るのが私が苦手で、どうしたもんかと思ってる時に卵かけご飯みたいにご飯の上に卵を乗っけて、それで鍋で炒めるとすごく美味しくできてくっつかないし、これはいいなと思って、それでチャーハンの数がどんどん増えていったって感じですね。17種類もある店はないと思うので、お肉が苦手なお客さんも対応できるように野菜しか使ってないチャーハンもあるし、でちょっと甘めのチャーハンもあるし、辛いのが好きな人なのにラージャンチャーハンみたいに辛いチャーハンもあるし、いろんなバリエーションがあるので増やして正解でしたね。揚げた鶏肉を甘辛いタレで漬け込んだ九州の方でよく一般的なチキン南蛮っていうやつですね。それを使ったチャーハンがある、鶏からチャーハンっていうのがあるんですが、それが2番人気なんですね。鶏からチャーハンです。ジューシーだし、かなり味としてもパンチあります。甘みも辛みもちょうどよくマッチしてますね。大好き。一番はオムチャーハン、オムチャーハンはその鶏からチャーハンを
作ってオムライスのような卵を乗っけてケチャップをかけたというそういうチャーハン。この間1日30個くらい出ましたね。最高なんじゃないですか。一つの種類で30個出たのはないんじゃないですかね。めっちゃ美味しいです。もうびっくりするぐらい完全なオムライスかなと思ったんですけど、ちゃんと中はオムチャーハンってだけあってチャーハンの味してすごい美味しいです。ネットとか見てもオムチャーハンが一番乗っているので食べてみたいなと思って来ちゃいました。納豆チャーハンはうちのスタッフの女の子がチャーハンに納豆入れたら美味しいんじゃないって言われたんですね。で私は最初は否定してたんですけど、美味しいわけないだろうと思ったんですけど、作ってみたらめちゃくちゃ美味しいので。2人とも納豆が好きで、納豆チャーハンって結構珍しいなと思ったので頼みました。納豆の甘みが結構際立ってますね。なんだろう、納豆のその大豆の甘みっていうのがすごい分かるチャーハンです。マジ？うん。食べる？俺に分かるな。いや食べる？パスタとかはねよく合うけどね。そうね。後からうまいの。後から旨味が、納豆の旨味が来るタイプ。うまいね。うまい。梅かつチャーハンはね、うちのスタッフがラーメンに梅干しを入れてその上にかつお節かけて食べてたんですね。でそれを美味しい美味しいって食べてたんですよ。じゃあラーメンが美味しいんだったらチャーハンにも流用しようということで梅干しと普通にかつお節を入れたチャーハンを作ったらめちゃくちゃ売れてるんですよね。定休日は定休日ないですね。お正月、年末年始3日4日くらい休むくらいですね。今年もそうなんですけど3日4日休んだんですけどやっぱ具合悪くなりましたよ。帰って何もしないけど、普段こんだけ動いてるんじゃないですか、でそれをピタッとやめちゃうとダメですね。本当ダメでしたね。膝がむくんじゃってダメでしたね。足がむくんじゃって、もうそういう体になっちゃいましたね。今後のことは何か考えてらっしゃいますか？今後のこと、倒れるまでやりますね。っていうかね、一人目標の人がいるんですよ。テレビで見たんですが、92歳のトライアスロンをやってるおじいちゃんがいるんですよ、現役で。
現役ですよ。トライアスロンですよ。でこの間はなんか水泳でタイムオーバーしちゃって失格になっちゃったんですよ。そしたら悔し涙流してましたから、来年こそは出るんだって言って、それはちょっと感動しましたね。俺なんか70です、まだ小僧ですよ。そう思えばだから全然まだ老けてる場合じゃないですよ、ね、トライアスロンですよ。泳ぎはおそらく3キロくらい泳ぐんですよ。で自転車で100キロくらいですよ。でフルマラソンですよ。信じられん。それ思えばね、まだ70なんて本当小僧ですよ。という気概でやってます。はい。